今日は野菜たっぷりポトフを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は野菜の旨味たっぷりな簡単ポトフを作りたいと思います。はい、ということで今日はですね、お野菜も柔らかくてとても味わい深い美味しいポトフを作っていきたいと思います。作り方はね、要所要所ポイントがあるんですけれども、ほとんど放置の状態で作ることができるのでとても簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、玉ねぎ、人参、じゃがいも、ソーセージ、ベーコン、ニンニク、顆粒コンソメ、白ワイン、オリーブオイル、塩、ローリエ、お水、隠し味で有塩バターも使います。そして最後トッピングに黒胡椒とパセリを使っていきます。ということで今回はね、こちらの材料で作っていきます。お肉類、ソーセージとベーコン使いますが、どちらか片方だけでも OK です。そしてですね、今回白ワインを入れていきます。この白ワイン入れるとね、また一段と味に深みが出てとても美味しく仕上がります。もし白ワインが苦手な方は料理酒を使っていただいても OK です。その場合は 50ml 加えてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずね、一番初めにキャベツを切っていきます。キャベツはですね、少し芯を残すようにくし切りしていきます。手を怪我しないようにね、注意してください。まずね、これを半分、さらに半分、はい、このようにくし切りします。で、ちょっとね、この分厚い芯の部分は少し薄めにしておきます。全部切り落とさずにこのぐらいですね、残しておきましょう。で、キャベツはね、今回このまま使っていきます。他のキャベツもね、芯を薄めにしておきます。はい、キャベツの準備はこれで OK です。続いて人参です。人参はね、まず皮を剥きます。皮付きがお好きな方は皮付きの状態で使っていただいて OK です。そしてヘタの部分を切り落とします。人参は乱切りしていきます。まず包丁を斜めに入れて切り落とします。で、そしたら切った面を上にしてまた切り落とします。で、こんな感じでね、乱切りしていきましょう。食べやすい大きさに切ってください。人参の準備はこれで OK です。続いてじゃがいもです。じゃがいもはまず皮を剥きます。で、芽はね、きちんと取り除いてください。じゃがいもの品種なんですけれども、おすすめはね、煮崩れしないメークインです。で、もしない場合は男爵芋とかでも OK なんですけれども、男爵芋の場合は煮崩れ防止にあまりね、煮込まずに火が通ったら取り出してください。で、そしたらですね、こちら食べやすい大きさに切っていきます。じゃがいもはね、大きめに今回いきたいと思います。で、切ったじゃがいもはこのように水に浸してアク抜きをしておいてください。続いて玉ねぎです。ヘタの部分と、あとはね、先端の部分を切り落とします。で、皮を剥きます。そしたらまず半分に切ります。これを半分に切って、さらに半分に切ります。食べやすい厚みとね、大きさに切っていただければ OK です。玉ねぎはこれで OK です。続いてソーセージです。ソーセージはね、斜めに切ります。で、そうするとね、ソーセージの旨味もスープに染み出てくるので、半分にね、切っていきます。これで OK です。続いてベーコンです。まずね、これ半分にして、そしたらこれをね、半分に切ります。ゴロッとした感じにしていきます。食べづらかったら1センチ幅にね、切っていただいても OK です。続いてニンニクです。ニンニクはね、小ぶりのものなので2かけ使うんですけれども、大きいものだとね、1かけぐらいでも OK です。このニンニクは包丁の腹を使って潰します。この時怪我をしないように注意してください。はい、こんな感じで、こちらも同じように潰します。はい、ニンニクはこれで OK です。ではね、お鍋で作っていきます。まずお鍋にオリーブオイル、そしてニンニクです。で、まずね、火にかけます。油をね、30秒ほど温めます。少しね、ニンニクの香りが出るまでちょっとね、ニンニクエキスをこのように出しながら温めていきます。はい、で、30秒経ったらベーコンを一番初めにね、焼いていきましょう。ベーコンをね、カリッとこんがりと焼くことでとても香ばしいポトフに仕上がります。こんな感じでね、ニンニクと一緒に最初ね、ベーコンを炒めていきます。で、ニンニクはですね、ちょっと焦げやすいので、もし焦げそうな時は一旦取り出して OK です。この時ね、結構油が跳ねるのでやけどしないように注意してください。はい、で、焼き色がついたら裏返します。
ちょっとねニンニクは焦げそうになってきたので一旦取り出します。でこれでまた後で使います。でこのままもう少しね両面焼き色がつくまでベーコンは焼いていきます。はい、いい感じにねこんな感じで香ばしく焼き色がつきました。そしたらまたニンニクを戻し入れて、今度ねお野菜入れていきます。まず玉ねぎ、そして人参、あとねじゃがいも。はい、でそしたらねこのお野菜たちにさっとね油を絡めます。そこからキャベツを入れていきます。はい、こんな感じでねキャベツで蓋をするイメージですね。はい、でそしたらここからがポイントです。まずね塩で、その後ですね最初に白ワインを入れます。この状態で蓋をして弱火で蒸し焼きしていきます。そうすることで野菜から旨味の入った水分が出てとても美味しいスープに仕上がります。はい、5分経ちました。そしたら一度蓋を開けます。キャベツにもねいい感じに火が通ってる感じになってますね。でそしたらですねちょっと蓋を開けて白ワインのねアルコールを飛ばします。このままねかき混ぜずに1分ぐらいかな、火加減弱火でアルコールを飛ばします。はい、アルコールを飛ばし終わりました。でそしたらここから煮込んでいきます。お水を加えます。ここに顆粒のコンソメで、あとはローリエですね。でこれパキパキっと折ってね入れましょう。そうするとね香りがより出ます。そしたらちょっとねコンソメを混ぜるように少し押し付けます。でお野菜もね浸るようにしましょう。でここでですねこちらソーセージを加えます。このソーセージね旨味も出るんですけど、あんまり煮込みすぎると今度はソーセージのね味わいがなくなっちゃうので、最後ね煮込むタイミングでソーセージを入れていきます。でそしたら蓋をして最後このまま弱火で15分煮込んでいきます。はい、15分煮込み終わりました。開けます。じゃじゃーん。はい、こんな感じでねとてもいい香りがしてますね。最後ですね隠し味のこちらバターを入れていきたいと思います。じゃあねバターを入れてこのお玉の中でバターを溶かします。はい、でこのバター入れるだけで味がまろやかになってねとても美味しく仕上がります。そしたら火を止めます。で最後味見をしていただいて味の濃さをね塩で調整してください。野菜の旨味たっぷりなポトフはこれで完成です。これで野菜たっぷりなポトフの完成です。こんな感じに仕上がりました。お野菜とお肉類がゴロッと入って美味しそうに仕上がってます。最後仕上げにね黒胡椒とパセリを散らしました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もう野菜の甘みがすごいです。美味しい。そして玉ねぎいただきます。玉ねぎもすごく柔らかいですね。一番初めに焼いたベーコンもいただきます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポトフのポイントは白ワインでね一度お野菜を蒸したことです。そうすることでお野菜から旨味がたっぷり入った水分が出てとても美味しいポトフに仕上がります。この時に塩を少し入れていただくと旨味の入った水分が出やすくなります。蒸し終わった後は一度蓋を開けていただいて白ワインのアルコールを飛ばすようにしてください。あとはねもうじっくり煮込むだけなのですごく簡単に作ることができます。ポイントとしてはソーセージはね最初から煮込んでしまうとソーセージの旨味はねスープに移るんですけれども、ソーセージ自体の味がスカスカになってしまいますので、ソーセージは最後15分煮込む時に加えるようにしてください。そして最後に入れたバターなんですけれども、このバターを加えていただくことでとてもね味がまろやかになります。ぜひこちらも入れてみてください。もし塩味が足りない場合は塩を加えて味を調整していただけたらと思います。今回ですね白ワインを使って蒸してるんですけれども、白ワインがない場合は料理酒で代用していただいても OK です。料理酒の場合は塩分もあるので分量はですね 50ml にしていただけたらと思います。はい、ということで今回はですね野菜の旨味をたっぷり楽しめる美味しいポトフを作りました。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はポトフを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。